つも通りでいいですか？はいパンの町神戸じゃないですか。なんかどうしても老舗が強いっていうか王道のお店が多かったので、じゃあそんな中で勝負しようと思った時に神戸にない形をやろうと思って今の形にしたって感じですね。感覚でやってる部分多いんで、よそやったらこね上げ温度とか測ったりすると思うんですけど、僕測らないんですよ。全部体感で生地触った感覚とかでやってるんで。台向きの湯種を加水 70% ちょっとぐらいが標準っていうか教科書の標準じゃないですか。湯種にをすると 100% とか普通にやっても作業性がいい生地になるんですよ。だから僕それもあるんで湯種をいろんな形で使ってます。これは今クロワッサンの準備をしてます。クロワッサンだけですね、ストレートでやってるの。何料理？フランス料理の方、20代前半までやってました。もう下積みです。本当にもうシェフの駒遣いですよねをずっとやってたって感じなんで、そんな大層な料理作れるわけでもないですけど。でこれはクロワッサンです。次米粉の湯種を作っていきます。何ていうか小麦粉とはまた違うわ。甘みの引き出し方とかなんか食感の違いですよね。で1日ダマンドとかもこうやってもう前日にバーって用意するんですけど、これをとりあえず午前中までにまあ焼き終わって次追加でまた作っていくんで、でクロワッサンをやたらとでこれを今から焼いていきます。でこんな早い時間から焼くのには意味があって2度焼きするんですよ。もう一回水分飛ばしてってするんで、それでこの時間で一発目のでまたオープン直前にもう一回火入れて朝一一発目分っていうのでやってますね。焼きたても出せるじゃないですか。パンって思い通りに欲しいタイミングで追加とか焼けないじゃないですか、生地から寝てたら。でもこのスタイル取ると減ってきたらすぐ追加で補充出せるんで、はい、地味めっちゃ地味なんですけど一番しんどい作業です熱々の湯種触っていくんで。よいしょ。これが、フランスパンの生地になります。でこれは湯種をポーリッシュに、湯種を水種にしてます。
7分8分7分ぐらいでわざと止めてます。これはやっぱ好きに生きてね生活できるのが一番じゃないですか。もう超自由です。もう自分のしたいようにしか僕は生きないって決めてるんで我慢して生きたくないんで、それで独立もしたし。これが冷めたら中にクリームを絞り込んでいくって感じですね。僕作ってるパン、リーンなパンばっかりでしょ簡単なパンしか作らないんですよ。どうしても職人がなかなかもう捕まらない時代になってきたんで、パートバイトで回せる店作りっていうので、そういうパンばっかりにしてしまったんで。神戸は結構オーソドックスなすごい真面目なパンを作るイメージ。そうなんですよそうなんですよ。パンの町神戸じゃないですか。だからどうしても老舗が強いっていうか王道のお店が多かったんで、じゃあそんな中で勝負しようと思った時に神戸にない形をやろうと思って今の形にしたって感じですね。売れる商品です。例えばメロンパンとかカレーパン、あんパン、もうパン屋さんで一番お客さんがポピュラーに選ぶ商品をもう捨てたんです。そこ同じ土俵で戦ってもね、なかなかお客さんの目に留まりにくいんで、それを違う形にしようと思ってラインナップを変えたんですよ。それが作戦勝ちだったんですよね。だから例えばクロックムッシュとかダマンドとかなんで全部よそのお店で言ったら残った食パンが売れ残ったら次の日クロックムッシュとかにするんですけど、わざとクロックムッシュを軸に据えたり、よそのお店があんまり主に置かんもんを軸に据えたんで、ダマンドとかも
ねやっぱどうせやるんやったら繁盛店したかったんで、でもほんまは一番僕ずっと修行してたんがそういう法案のすごいたくさんやる店やったんで、一番自信あるのは法案なんですけど、あえてでも自分のお店やるんやったらもう勝とう思ったらちゃうことせななと思って、ここから今唯一の法案してきます。今年で8年目になるんですよ。正直言ったら僕の力っていうよりはスタッフの力かなと思って、やっぱなんか販売がすごいうち庶民派な販売スタイルなんで元気な子ばっかりなんですよ。だからお客さんとのつながりを持ってくれるスタッフが多いんで、そういうなんでどんどんやっぱり人でお客さんってこのお店通おうとかあるじゃないですか。僕らも飲食店でそういうのを作ってくれるスタッフがいるっていうのは大きいかなと思って、なんか商品がすごいから来てくれるとは自分では思ってないですね。実は全員販売員なんですよ。うち昨日から厨房の女の子が昨日から1人入社したんですけど、もう製造スタッフがおらんくなったんで販売員たちが中を手伝ってくれてるんですよ。だから具材とか詰め込んでるのも販売の店長だったり、まあでもそこいらの職人よりよっぽど浮いてますよ。販売なんですけど、もともとが少人数でやってるんで、厨房をおのずとヘルプしてくれる携帯を取ってたんですけど、まあ見よう見まねでどんどんやっていくうちにやっぱり動きが自分で考えて、どうやったら速くなるか上手くなるかを考えてやってくれる係なんで、でめきめき伸びて、もう普通に職人なのに動けるよっていう。じゃあ頑張ってやってな。またできたら言って。その間にもじゃあこう、でちょっと生地を締めすぎてるから
大きさ全然変わってしまってるやろ。俺よりガスを抜きすぎちゃってるから。ただ線引きとしてその生地とかはもう触るまでやらしてしまうともうやっぱりね負荷かけすぎちゃうんで、そういう部分でもう表のその釜を焼くとか最終の仕上げの部分だけしかやってもらってないんですけど、多分厨房ガチで入って製造させてもあら伸びると思いますもう販売員させてももうピカイチです。もうレジは早いしお客様への対応ですよね。だからやっぱりそういう部分で僕がそのお店が火吹いた原因が僕じゃなくて販売力やって言ったのはやっぱり2人いるからっていうのはすごく大きいですよね。このお店は僕じゃなくて2人ですモチベーションやっぱりお客さんが美味しかったって言ってくれるのがもう一番嬉しいです。他食べたけどどこよりも美味しかったって言ってくれるのがもうやっぱり一番やっててよかったなって思います。中友ちゃん、チキンさ昨日4等分したやん。包丁入れてるから取るとき気をつけて、もう切っとってもらってもいい？だから僕は製造スタッフが今少ない状態でも何も怖くないのは2人がやってくれたらやれるでっていう自負があるんでそれからこの少人数で1日大体2000個ぐらいパン作ろうみたいな感じで、でも2人おるから製造量も落とさず人数が減ってもやれるっていうからくりはすごいんですよね。マンパワーっていうすごいマンパワーを2人抱えてるっていう強みがあるんですよね。ついでにインスタ用の写真も撮ってます。そうですそうです。今日の写真が。
お店やってすぐ潰したらダメじゃないですかでどうせやるんやったら繁盛店やりたかったんで、もう誰よりも頑張るしかないと思ってやってたんで、一緒に走ってくれるんで、スタッフ一緒にやってる子らが頑張ってるのに自分が頑張らんでどないすんねんっていうのがあったんで、死に物狂いで最初やりました。黒く生いるじゃあこれはってこれるあ、ごめんやけどクロワッサンこのまま最後は入れとくから差し替えていく。あと6分で84枚もうそのままストレートで出すようにしてほしい。はい。開けます。お願いします。言ったつもりでしたよ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとう。サルチパセリもらっていい？